皆さんこんにちは。南オーストラリアはアデレードからアラフィフ生活をお送りしているマミリーランドのマミです。この田舎暮らしの敷地内に子供たちの離れを建てると決めてから約9ヶ月、いろいろ試行錯誤しながらもなんとか完成しました。そのすべてをこのビデオでお届けします。ルームツアーがある最後までぜひ楽しんで見ていってください。You're crazy for saying I should slow down, but maybe... はい、ということで早速始まった子どもたちの離れプロジェクト。オーストラリアではグラニーフラットと言います。この日、さっき日付見てもらったら分かったと思うんですけれども、2025年の6月21日、なんとこの日、私たち引っ越してからまだ1週間も経ってない時期だったんですね。そしてあれよあれよという間にプロジェクトはどんどん進んでいきました。なぜこんなに早くスタートできたかっていうと、この離れのプロジェクトほんまは最初は倉庫を作ってもらった会社に行って、そこに倉庫をね延長してもらおうと思って見積もりももらってたんですよ。だけどすごい時間がかかるっていうのと、でその引っ越しまたこっちの家にしてきて、お隣さんが倉庫を作った時にこの今ねやってもらってるこの方にしてもらったと、お友達なんですって。でお願いしてみたらっていうことで連絡先教えてもらって、クリスが連絡を取ったら、そんなんもうすぐしてあげるよっていうことでトントン拍子に話がね進んでいったんです。そしてお願いをして実際サイトの下見に来てくれたのが、もう私たちが引っ越しして1週間以内のあの日。まだまだ家の中はぐっちゃぐちゃでやることもいっぱいある中で、同時進行でこの離れプロジェクトも進んでいったわけです。こんな感じでもう本当に1ヶ月も経たないうちにあっという間に土台が出来上がりました。本当になんかつながりって不思議だなと思って、たまたまお隣さんがクリスともともと仲が良かったのでこういうことを考えてるって言ったら、そこから紹介してもらえて、そしてたまたまその時期に仕事が入ってなくって、私たちが依頼したらもうすぐに快くね受け入れてくれました。で朝から晩まで本当にめっちゃ働いてくれて、しかもこれ冬だったから結構雨の日も多くって、足場が悪い上に雨風に当たってめっちゃ寒い中、それでもね働いてくれて、一回ねめっちゃ風邪ひかれたんですよね。だから申し訳ないなと思って、来られた時にはできるだけあったかいホットコーヒー、私がねいる時にはお出しするようにしてました。はい、そして土台が完成して7月11日、いよいよこの倉庫を延長して骨組みを作っていくのが始まるんですけど、まあこっからがめっちゃ早かったんですよ。こっからもう4日後には枠組み全部できて、中の排水管まで全部できて、もうここからは私がダラダラ喋るよりも見てもらった方が早いと思うので、どうぞ。How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. To be cool, even wear that shirt you wanted to. My friends think I'm lame. Since I met you, I am not the same. はい、今日ねここまでできました。もうこの倉庫の中はもう全部、この倉庫の外側は全部もうできて、枠組みがねできました。でこの真ん中、ここがずっと2つの部屋の境目になるところで、ここがキッチンのシンクが来る水道がもう今日ね、作られました。で、こっちに向かってこれが、洗面所のシンクで、これがトイレ。で、あれがシャワールーム。
このね、全部排水溝がね、設置されましたね。で、こっちが、一人、お姉ちゃんの方かなの部屋になる予定のところで、ここにね、今からね、窓が、入るんですけど、この景色。窓から見えるこの景色。これいいですね、この景色。最高。ね、こんな感じで、ここまでね、できました。来週、次の週にね、ここ全部コンクリートが、作られるそうです。How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them.はい、時はだいぶ流れまして11月になりました。土台と骨組みの完成、そして水回りの排水、コンクリート、そこまでがね、1ヶ月で終わったんですね。7月の22日が最後でした。で、その後別の仕事が入ってるっていうことで、3ヶ月ちょっと空いたんですけれども、今日から本格的に再開ということで、今から内装、枠組みをね、作っていきます。まずは、表のドアが入りました。今ね、2つのドアがあったように、今回私たちが作っている離れは、完全に2つの独立した部屋です。だから、お姉ちゃんと妹と完全に個室、だから2つの個室を作っていきます。2人とも、シェアをしたくないということで、完全にね、だからバスルームも2つ、トイレも2つ、キッチンも2つ、ベッドルームも2つ、リビングルームも2つ。だからもう完全に対となった同じ部屋を2つ作っていくんですね。これもね、だいぶ話し合いしたんですね。私たちが作りたいものと彼女たちが住みたいところ、そのすり合わせをだいぶ重ねてやってきました。それは私たち作る側からしたら、キッチン一つにしてくれた方がコストだってかからないし、楽なんですよ。そして早くできるし。だけど、シェアしたくないっていう気持ちがわからないわけでもない。一番は、下のお姉ちゃんは彼氏と一緒に住むので、3人で住むことになる。で、それをお姉ちゃんがその男の人とシェアしたくないっていう気持ちがわからないわけでもないから、でもここはやっぱり平等にっていうことで、もう2つの完全な個室を作ることに決めました。確かにね、コストは上がるし、思った以上に本当にかかったんですけど、将来的に見て、これは私たちの資産になっていく。もうそれを私たちは考えて作りました。だから今少し費用がかかっても、将来的にそれが意味のあるものになるんだったら、今お金をかける価値があるかなと思って、完全な2部屋にすることに決めたわけです。オーストラリアでは本当に資産運用している方が多くって、銀行でお金を貯めているっていう方はほとんどいないです。私の周り、例えばクリスの友達であったり、あと私の看護師仲間っていうのはもうほとんど持ち家を持っています。それを資産としてリノベーションしてもっと価値を上げたりしている人、それかもう一つ二つ家を持っていて、それを賃貸に出して、それで家賃収入を得て、自分がリタイアするときに売ったりしてお金にしようと思っている人たち。あとは本当にシンプルに株を持っている方。いろんなやり方はありますけれども、銀行で現金を持っているっていう人はもうほとんどいないですね。みんなが言ってることが本当だったら。実際クリスのパパとママも年金をもらってますけれども、それがどんどん増えて銀行で現金が増えていくと、その年金が減らされる仕組みになってるみたいで、だからある程度やっぱり使わないといけないっていうことで、私たちやお孫ちゃんのために使ってくれることがあります。せっかく今まで頑張って働いてきて年金をそれだけもらってるのに、銀行に今そのお金があるからって言って年金が減らされるのってなんかやっぱりおかしいなと思うんですけども、
でもそれはリアルに起こっていることだから、私たちはそれも踏まえて、やっぱり将来設計として資産を何か運用していくっていう形を取りたい。だからこの子供たちの離れ、2つ作っている離れ、多分10年ぐらいね、彼女たちはここに住んでいくと思うんですけれども、それが今度私たちがこの家を売りたいとき、もしくは賃貸に出したいって思ったときに、絶対に付加価値があるはずなので、子供たちも自由なプライバシーな空間ができる、自立した生活ができる。そして私たちもこの家を将来資産として自分たちのリタイアの時に使うことができる。一石二鳥になればいいなとは思っていますけれども、実際はもうわからないですね。その時になってみないと。Welcome back to Mammyland. Yeah. そしていよいよフロアに使う木材製品をクリスが一気に仕入れてきてくれました。Last one. ジジュちゃんの彼氏のお手伝いもあって無事に搬入終了。そしてこの日は引き続きタイルショップに行ってお風呂場に使うタイルを引き取ってきました。はい、そして素材搬入から約3週間。なんとあと1週間で私たちは日本一時帰国へ出発するという段階までやってきました。基本的には一人のビルダーさんが中心にやってくれてるんですけれども、やっぱり要所要所、その専門的な人じゃないとできないところがあって、その人の調整をしたり、あとその方がやってくれたんだけど、そのビルダーさんが納得がいかないからもう一回やり直せっていうような指示が出たりして、結局ね3週間ぐらいかかってやっとここまでやってきました。このお風呂のタイル張りはもちろん全部ビルダーさんに任せてて、だけど大体ここまで家が出来上がってきたら私たちにもねできることが増えてくるんですね。まずここで壁のアンダーコートをやっていきました。壁のペンキ塗りはもっと早くに始めれるなって思ってペンキも買ってたんですよね。だけどそのペンキを塗る前の段階でビルダーさんから他の方にダメ出しが入ったので、ここがね遅れてしまったんですよ。だから一時帰国1週間前、ようやく壁のペンキ塗りができるようになった。なのでもうここからねクリスがねもう必死でペンキを塗っていてくれました。本当は私たちが日本に帰る前にある程度終わっていて、もう子供たちは離れに住んでいるかもっていう予定で進めていっていたので、思ってたよりもこれは少しビハインドで遅れている感じなんですけれども、それでもなんとかラスト1週間でいろんなことを終わらせてくれようとクリスがねかなり頑張ってくれて、仕事もしながら帰ってきて夜の9時10時ぐらいまでペンキ塗りをやってくれたり、本当にね一生懸命頑張ってくれました。この日はとうとう一時帰国3日前、あと2日しかないっていうところでクリスがランプもつけてくれました。これで電気が通っています。そして壁のペイントと同時進行でフロアリングも入っていきました。これはビルダーの人にやってもらったんですけどね。はい、一時帰国も終わり、ホリデーも終わり、そして日常が戻ってきたらまたペインティングの日々です。壁塗りね、まだまだ続きます。はい、そしていよいよシャワーヘッドの取り付け。子供たちはどうしてもこの水回りの蛇口、シャワーヘッドすべてにおいてゴールドで揃えたかった。なのでなかなか見つけられず、安くてね結構高いんですよ。そしてね割とね数が限られてたり色がなかったりして苦労したんですけれども、クリスがオンラインで探してやっとそれなりの価格でこのゴールドのシャワーヘッドが見つかったので、早速インストールしているところです。はい、ということでインストール完了。こんな感じになりました。
このシャンプー置きの縁もね、ゴールド。そしてシャワーヘッドもゴールド。このシャワー調整ハンドルだけはどうしてもシルバーでご勘弁。どうしても欲しかったら自分たちで後から買ってって言いました。そして今日はこのお姉ちゃんの部屋にとっても大きなアンティークのタンスが入りました。なんとこれ、クリスパパの手作り、一からの手作り。何十年も前にパパが作ったこのタンス、倉庫にずっと保管してあったんです。はい、いよいよね、時は流れて、ついに3月に入りました。本来ならもうとっくに終わってる予定だったんですけど、いろいろ遅れてしまって、なかなか予定通りにはいかないですね。そしていよいよ始まるのが、このキッチンの DIY インストールです。これが最後の大仕事になる予定なんです。このキッチンに関しては、設計からすべて私たちが一からしました。オンラインでオーダーできるところもあるんですけれども、私たちは U インストールキッチンっていうお店を使いました。ここは私が前の家を建てた時、キッチンのウォークインパントリーでも使ったお店です。空間の大きさをメジャーで測って、そのサイズと大体のプランを持って予約してスタッフさんと話し合いを重ね、最終的にこのプランに決めました。オーダーが完全に終了してお金を払ってからだいたいやっぱりね、出来上がって運ばれてくるのに5週間ぐらいかかるので、これをね、待ってたら3月になってしまったっていうことです。配送はフラットパックっていう状態で届くので、そこからクリスがインストールしていきました。そしていよいよこの日が私がこの離れプロジェクトのために撮影をした最後の日。この日はキッチンのスプラッシュバックといって壁のタイルをつけていきます。タイル張りとなるとやっぱり少し技術がいるもの。クリスもやっぱりちょっと不安だったみたいで、ここは強力な助っ人。そう、クリスパパが手伝いに来てくれました。親子で仕上げるキッチン。はい、なんだかんだで始まったのが2025年の6月、そしてほぼ終了したのが2026年の3月。もっと早く終わる予定だったんですけど、思ったより時間がかかって約9ヶ月かかったこの子供たちの離れプロジェクト。このプロジェクトに最初考えていた予算額からははるかに超えてしまったんですけれども、それでも私もクリスも納得いくものが作れた。そして子供たちも喜んでくれている。だからやっぱり作ってよかったなって思います。この動画を編集している今は完全に子供たちは離れに住んで独立した生活を送っています。子供たちが母屋の方にやってくるときはコーヒーマシンのコーヒーが飲みたいとき、そしてオーブンを使ったクッキングがしたいとき、バスタブを溜めてお風呂に入りたいとき、そして犬たちに会いたいとき。それではそのお部屋をすべて公開します。はい、ということでこの私たちのこの
母屋から出て、このゲートを渡って、まだこの辺はガラクタが多いですが、ここがグラニーフラットですね。離れ2つドアがあって、こっちの右側の方がお姉ちゃん、で左側が次女ちゃんと彼氏の2人で住んでますということでね、今日はこっちの方をお見せしたいと思います。全く同じで対になってるので、ハロー。これがね、次女ちゃんのお猫のアポロ。アポアポということで入っていってみたいと思います。ごめんね、入るよ。はい、こんな感じで、もう入ってすぐがね、いきなりリビングなんですけど、こんな感じで、このね、グラスのこの植物入れ、こんな可愛いのもね、買ってた、自分たちで。で、ここにも植物があって、で、入ってリビングね、こんな感じですね。で、テレビがあって、テレビもね、動くんですよね。で、こっちがキッチン。キッチンがね、もう一番最後だったんですけど、これ自分たちで、ずっとね、オーダーして、フラットパックで届いて、クリスとお父さんで作り上げてくれました。この冷蔵庫はおばあちゃんからのプレゼントでね、新品の冷蔵庫をね、買ってもらってましたね。こんな感じで、キッチン、コンロもこんな感じで、ね、いい感じ。この大きいね、換気扇もついてて、なかなかね、使い勝手がいいキッチンだと思います。で、こっちに行くとトイレですね。こんな感じで、トイレとバスルーム。この色はね、もう全部子供たち、自分たちでね、選んでもらいました。の緑で、ここにこのちょっとね、アクセントがついてる感じで、でシャワーもゴールドがね絶対いいっていうことで、このゴールドで、このシャンプー置き、これもゴールドが縁になってて、すごいね気に入ってもらってます。で、ここがトイレで、洗面台で、洗面台ももちろんゴールドがいいっていうことでね、これ全部ゴールドです。そうだからキッチンも緑の棚に全部ゴールドがいいっていうことで、ここもゴールドですね。はい。で、こんな感じでリビングルームここにあって、リビングルームからのね景色もね、ほらすごいでしょ。いい景色して、ここが部屋ですね。部屋こんな感じでね、ベッド置いても結構広々してる。ここにもねテレビ置いてますね。ね、いい感じで、私がすっごく好きなのはこのねベッドからのこの景色。こんないい景色がね、毎日これを見ながら起きるってなかなかないですよね。で、こう外はね、自分たちでちょっと座って団らんできるような場所をね、自分たちでね今作っていってます。ガーデンもね頑張ってるみたい。はい、こんな感じでね、はい、無事にね離れ、こっからも景色もすごくいいね。プスプス外出たいよね。ということでね、こんな感じで子供たちの離れ完成です。いかがですか？